事していたら、英語の歌詞の自分の発音のうまさに思わず一人で爆笑してしまったにゃんこでーす。うますぎる。我ながらうますぎる。はい、今日のにゃんちゃねゲストはちょうど1年前にチャネリングを受けてくれた20歳の女性リンカさんです。前回のチャネリングは中学2年から不登校、私が直さないといけないのはどこですかで動画公開されています。前回の動画ではリンカさんが不登校になった時の様子やお母さんとの関係が出てきました。そのメッセージを受け取ってからリンカさんはどのように変わり、そして今抱えている思いとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。チャネリングの後は何か心境の変化とかはなかったんですか？守護霊様が自分がやっていることと自分が頑張っていることとかを見てくれてる人がいないと思ってたので、それがすごく辛かったので、そこがなくなって楽になりました。ああ、よかったですね。その後家族との関係とか変わりましたか？前より親に感謝したりとか伝えるようになったかなって思います。ああ、よかったです。あれから外に出るようなことはあったんですか？バイトとかしてなかったみたいですけど。はい、バイトしたりしてました。めっちゃすごいじゃないですか。今何のお仕事してはるんですか？介護のバイトです。そうなん？まだ始めたばっかりで、まだ実際に勤務はしたことないんですけど。いつから始めたんですか？3日前ぐらいからです。3日前そう、最近やね。ニューやんか。すごいですね。よく面接とか行けましたね。ありがとうございます。すごいと思います。なんか私思うんですけど、1年前よりもすごいしっかり喋ってますよね。ありがとうございます。すごい変わったなって思いました、感じが。いただいた質問に、すごい IQ のことが書かれてあったんです。将来 IQ が高くなってるかとか、何したら IQ って高くなるかとか、この IQ のことがすごい気になってらっしゃるみたいなんですけど、この IQ ってどっからその発想が出てきたんですかね？自分の頭がすぐに思いついたり、考えついたりできなかったり、人と話してて自分の考えとかが劣っているなって人と話してなくても思うんですけど、そういうのがあってそれで出てきました。IQ ってのは何？自分でネットで調べたってことですか？そこは覚えてないんです。人と比べなくても自分が悩んでることについて中途半端にわからないことがあったりしたら、それがストレスになってます。何か気になったことが自分には調べてもわからないってことですか？はい。で、知りたいのは自分の IQ を高くする方法ですか？はい。で、もう一ついただいたのが、将来 IQ の言語理解が高い部類か、せめて普通になってるかどうか。一緒ですよね。IQ が高くなりたいってことだよね。はい。言語理解。言葉がわからないってことですか？相手が言っている言葉がわからないっていうのもあります。例えば誰のことですか？自分に対して優しくしてくれる人で、なんか丁寧に説明してくれてるのかなって感じはするけど、難しくて理解できなかったりします。あるよね、そういう時ってね。わかる。そうやんね。これからバイトするとかだったらね、そんなやりとり増えるもんね。じゃあ分からなかったらどうするんですか？聞くんですか？もう一回。聞き直して分かりやすいように言ってほしいっていうか、それに対してずっと一人で考えてたりします。そうなんや。でもちゃんと分からないっていうのを伝えるってすごいですよね。将来 IQ が高くなる未来があるかどうかっていうのがあと知りたいです。これから自分の IQ が高くなるかどうか、何をしたら高くなるかみたいな。そんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。プールです。リンカさんが泳いでます。学校の水着に着てると思います。で、帽子もかぶってて、最初ゴーグルしてなかったんですけど、なんかこう世間を見て、そっか、あんまり外に出てなかったか分かりひんかったけど、ゴーグルっていうのもあるんやな、みたいな感じでゴーグルつけて頑張って泳いでます。ザバザバって聞こえてます。クロールしてますね、今。で、横のコースでお母さんが、りんちゃんって言って、頑張れって言って応援してます。もうすごいハラハラして見てるお母さんが。なんか、ちゃんとできるんかなみたいな。泳ぐっていうのは普通のことなんですけど、それが
凛花さんができるかどうかっていうのがすごいハラハラしてるみたい。一個一個が泳ぐことに慣れてないから、ちょっと水飲んじゃったりしても、はーりんちゃんって言ってタオル渡そうかとかそんな感じでずっと見てる凛花さんのことで、ハラハラしてます。でそれが鬱陶しいみたい。凛花さんできるってもういちいち言ってこんといてって、そうやって言われるのがすごい嫌みたい。自分を子供扱いしてる。だってもういい年やのに、それやのにまるで、4歳5歳の子供がプール泳ぐみたいに溺れたらどうしようとか、もうちょっとこうやって泳いだらもっと速くなるんじゃないとか、もちろんお母さんの方が年上っていうのは分かってるけど、もうそうやって先輩面されるっていうのがもうほんま腹立つっていう感じ。だからもう今プリッと怒ってます凛花さんが。で差し出したタオルもいいからって言ってこう払い抜けて、私は私なりに泳ぐんやから、今ちょっと水飲んだかもしれへんけど慣れてないから、でもちゃんと自分で立ったやんって、私は私なりにやってるやんって、自分で立ったのも自分の力やんって、であんな泳ぎ方したら水飲んじゃうんやなって今学んだやんって、でその機会も私から奪うのって、こける機会、こう失敗する機会っていうのを与えようとしてないやんって。でもそうやって学んでいくんじゃないんって。お母さんも学んでよって。いっぱい転んだんじゃないん。あえてチャネリングで言われたやんって。私は私なりにやってるって言ってたやん。なんでそれやのにまだ私のこと子供扱いしてくるんって。ちっちゃい子供みたいに。それをやってくれるのは愛やっていうのは分かってるけど、ああやって言われたし、チャネリングで。でもそうやって言われることがいちいち自分ができないって言われてるみたいで嫌なんやって。だから言わないでって思ってるみたい。もうほんまイライラしてる凛花さんが。で、あーっていうお母さんをとりあえず置いてまた泳ごうとする。もうあの人のペースで言われたら自分のペースが乱れるし、もうそれをもう置いてちゃんと自分の人生を自分でいかないといつまでたっても私は自立できない。ずっとお母さんに干渉される人生を送ってしまうから。それがちょっと言い方悪いけど腹立つし、私は私でやっていきたい。それやのにお母さんのその愛情って分かってるけど、それが私の行く道を邪魔してるんやって言ってます。だからその言われるのがすごい腹立つんやけど、それを気になるんやけど振り切ってまた泳ぐ。でちょっと泳いだら息が続けへんっていうか、どうやって息継ぎしていいかもわからんし、見よう見まねでクロールしてるんやけど、2、3メートル行ってまた立って、でもやっぱり私できるか、もうちょっと頑張るわって言ってまた行って、また端っこまで来て、はぁって言って。ほんで、今コースの端っこまで来て、タオルで顔拭いてるんですけど、水に浸かりながらね。で、隣のコースの真ん中ぐらいにお母さんが、うわ、りんちゃん大丈夫って言ってすごい心配そうにこっちを見てて、りんかさんはそれ分かってる。また心配そうに見てる。その見てるのさえも腹立つから。心配されてるっていう時点で信用されてないってことやから。お母さんは良かれと思ってやってるんやと思う。ちっちゃい子を見るように。お母さんからしたら、お母さんの肩を持つつもりじゃないけど、もうしょうがないわけ。だって今まで、ごめんね、ずっと普通にできる子みたいにできてたわけじゃないから。だから、お母さんからしたら、凛花さんの時が止まってるみたいな感じ。自分の中でまだちっちゃい子供の中学生とか小学生とかの、もっとちっちゃくてもいいぐらいのような凛花さんのイメージなわけ。でそれが今急にじゃあ働こうとか、何かしようってした時にいろんなことが大丈夫かなって気になる。だからお母さんの気持ちもわかるかなっていう感じ、私としては。でも凛花さんはそれは愛情やって分かってるけど、そうやってやってくるっていうのが、あなたできないよって聞こえるわけ。あなたは一人の力でできないよって、そうやって言われる。それがお母さんのレッテルなの。自分からしたらお母さんの判断としては自分はできないって思われてる、できないって言われてる。だからエールを送ってるはずやのに、お母さんとしては。でも凛花さんの受け取り側としては、あなたはできないよって言われてんのと一緒な。もうそんなん言われたらやる気も失せるし、一生懸命今頑張ろうとしてんのに、頑張れとかあなたできるよって言ったら自分の力を発揮してできるんやけど、大丈夫、ダメなんじゃない、こうやってするんだよとかそんなん言われたら、応援してるのと逆のことされてるわけやから、それ腹立つと思いますね。お母さんには悪いけど。だからお母さんがやってることって真逆な、応援と逆、足引っ張ってるって感じ、そういう風に見える。
だからリンカさんはそれ分かってるから、それがほんまに腹立つ。だから一生懸命それを振り切ってでも自分の力で頑張ろう頑張ろうって今してるみたい。でも泣いてるリンカさんがまた泣きながら、そういうお母さんを遠目に見て、今端っこまで来てタオル置いて、で泣きながらもう一回スタートする。もうお母さんは帰られへんから。自分がどんだけ頑張っても、自分がこんだけすごい頑張って変化見せてても、お母さん変われへんねんから。自分が本当に欲しいのは、お母さんにあなたやれるよって言ってもらう。信頼してくれる。お母さんが自分の力を信じてくれる。それこそが本当はしてほしいことやのに。でも今のお母さんはそれができへんみたい。今のお母さんからその自分がやってほしい行動とか信頼、リンカさんのことを信じる気持ち、お母さんがリンカさんから手を離すってこと。それがお母さんには難しいねん。で、それがリンカさんはすっごい辛いねん。できないよって言われてんのと一緒やねんから。言ったら申し訳ないんだけど、今まで高校も通信制でそれも中退して、普通のこの道には乗ってないかもしれない。でも、違う泳ぎ方、人と違うような泳ぎ方やったかもしれないけど、それでもあなたちゃんと泳いできたよねって。その力を私は信じる時が来たから、あなたにはもう何も言わないねって。あなたのこと信じてるよって。本当は言ってほしい。このプール、まあ言ったら、リンカさんからしたら海みたいなもんなんや。このプールっていう守られた世界かもしれへんけど、リンカさんからしたら、このプールで泳ぐっていうのはすごい大変なことな。このちょっとした波があって、リンカさんにしたら大きいわけやし、そもそもこうやって一人で泳ぐっていうことが慣れてないわけやから、さっきあったみたいに 2メーター、3メーター行って、ちょっと立って、で、また頑張ってっていうのを、普通の子からしたらその25メーターずっと泳ぐっていうのが、まあ軽くできたりする子かっているわけ。でも、リンカさんは今、頑張って自分で泳ぎ始めようと思ったところやから、ちょっと泳いで2、3メーターで立ち止まる。で、ちょっと泳ぎ方が変やったから、ちょっとだけお水飲んじゃって、ゴホゴホってやっちゃうとか、そういったことはもう全然あり得るね。だから、リンカさんからしたら、プールを泳ぐっていうのは、すごい大変なことな。他の人が、それが悠々自適にできたとしても。でも、自分が他の人みたいにできないとか、そういうのがあるけど、それもものともせずに、ちゃんと自分で頑張って前に進もうってしてるのが今見えてる姿です。お母さんの、まあ言うと悪いけど足かせみたいなお母さんの応援を振り切って、そんなことをもう聞かないってして、頑張って、お母さんと決別して、この自分の人生っていうプールを泳ごうってしてる。でも、どうしてもやっぱりお母さんが変わってくれへんから、お母さんがずっと変わってくれない姿を、すごく悲しく思いながら、泣きながら泳いでる。だからそれが、すごい痛々しいっていうか、頑張ってる人に痛々しいっていうのはすごい失礼かもしれへんけど、頑張って泳ぐとしてる。それは仕事に関しても、恋愛に関しても、今までそうやってやってこなかった分ね。でもお母さんに信じてもらえない悲しさもあるっていう感じ。なんでお母さん私のこと信じてくれへんのって。なんで私の気持ち分かってくれへんのって。なんで私の本当にやってほしいことやってくれへんの。なんで私の気持ちの中やっぱりなんで分かれへんのって。こんだけ言ってんのに、もう私のこと構わんといてって。私なりにやっていくから、もう口出しせんといてって。お母さんが気になることがあったとしても言わんといてって。それはお母さんはいろいろ経験してるから、まあそれはもちろん結婚もしてるし、いろんな活動もしてるから、いっぱいいろんな人とも喋ってるし、いろんなことできるんやろうし、だから私のことを見たら、もっとこうしたらいいんじゃないかって言いたくなる気持ちはわかるけど、でも、それってお母さんの経験やんって。見てって、私今泳ぎ始めたばっかしやんって。お母さんのコースと私のコースは違うんやん。お母さんはお母さんのコースを泳いでおけばいいだけ。お母さんのコースと私のコースは違うんやから、その真ん中のなんかロープみたいなのがあるんですけど、ロープを越えてまで私のところに声をかけないでって。それお母さんの仕事じゃないから。せめて邪魔せんといてって。お母さんが良かれと思って言ってるその応援が私にとったらすっごい辛いことなんやって。お母さんは心からやってくれてる。それはもう分かってるって。だってそんなん分かってるって。前チャリーニングで言われてんからそんなん分かってるって。でもその心
分かってるのがすごい辛い。私の気持ちも分かってよって。お母さんがやればやるほど私は辛いんやから。でも私もお母さんがそういう愛でやってるって分かってるんやから、それを払いのける辛さもあるんやって。なんでそれが分かれへんの？この苦しい状況を作り出してるのは誰なん？私なん？お母さんじゃないの？学ばないといけないのはお母さんじゃないの？私なの？頑張って会わないといけないのは私なの？ちゃんと自分の人生を生かないといけないのはお母さんじゃないの？お母さんも学ばないといけないんじゃないの？私だけが弱くて、私だけができなくて、私だけが学ばないといけない存在なの？違うやんって。それも何回言っても分かれ。何回言っても忍者忍者って愛があるのは分かってるけど、でもそれが辛い。その手を跳ねのけたら私がますます嫌な子になってしまう。お母さんに愛があるって分かってる。それがお母さんなりの愛情やって分かってる。でもその手を払い抜ける辛さをお母さんは私に与えてるんやって。その現実を見てほしい。それを言語化できない辛さ、それをお母さんに言えない辛さ、それをちゃんと見てほしい。そういう辛いところにいるっていうことを分かってほしい。それは私がいくら頑張ったって無理なところがある。頑張ってお母さんの手を振りほどいて払いのけて、それが辛いけど嫌な子やって分かってるけど、お母さんの存在は自分にとって大きいけど、でもそれを払いのけて頑張って自分の子をすごいごよごってしてんのに、私はもうこの辛さから逃れたい。頑張ってやろうとしてる私の邪魔をしないでほしい。愛って分かってるけど、でもどれをどうやって言っていいかが分かれへん。どうしても言わんといてって、もうやめて。払いのける嫌な子になってしまう。これをもしチャネリンゴのようにうまいこと言えたら、守護霊さんが私に言うように、傷つけないように、愛やってちゃんと理解してくれるように、ちゃんと言えたら、お母さん分かってくれるのかな。でも私にはそういう能力がない。言葉を頑張って喋れるようになってきたけど、でもそこまでお母さんの気持ちを傷つけず、お母さんにそれを伝えるっていう技術が自分にはない。スキルがない。だからお母さんの手を払いのけて、お母さんが向こうから自分のことをじっと見てるって分かってるけど、それを気にならないようにって自分で心で決めて泳いでいくしかない。だってお母さんは変われへんねんから。いくら言ったって変われへんねんから。私の言い方に勝って問題があるかもしれへんけど、でもお母さんの問題でもあるんじゃないのって。人に変われ変われって言うけど、変わらないといけないのお母さんじゃないのって。そうやって言われたんやんか。前のチャレンニングでも言われてたのに。だからも私の問題みたいに見てる。でもこういう状況であるっていうことを知ってほしい。自分が前を向いてどんだけたどたどしくても頑張ろうとしてる姿をちゃんと見てほしい。私はあのチャネリングを受けてちゃんと変わろうとしてる。どんだけうまく泳げなくたって人と比較して自分はもしかしたらできてないかもって思ったって、でも見てよお母さん、今2メートル3メートルしか泳がれへんかったかもしれへんけど、違うやん、2メーター3メーターも泳げたんやって。見てよって。で、立ったかもしれへん。でも今、この状況、隣の人は25メータースッと泳げる。もっと早く泳げる。どんだけ早く泳げるかっていうのを競争もしてる。でも見てお母さん、私は2メーター3メーターしか動かれへんかもしれへん。でも、そんな比較もありながら、それでも気にはなるけども、落ち込まず、下にうずくまらず、また泳ごうっていう私のこの力をちゃんと見てよって。私はあのチャネリングを受けて、ちゃんと変わろうとしてるし、変わってるって。今これが証拠やんって。家族との接し方も変わった。仕事もやろうと頑張って見つけてきた。
やろうとしてるって人との出会いも怖かったかもしれへんけど、それをやろうとしてる。一個一個お母さんから見たら、すごくたどたどしいんかもしれへん。ああ、もっとこんなやり方あんのに、もうちょっとうまいことやれんのに、大丈夫かなって思うかもしれへん。でも、もう話してほしい。信頼できへんって言うんやったら、もうそれもしょうがない。だって自分にも前に進むペース、前に進むタイミングっていうのがあったように、お母さんにもそれがあるんかもしれへん。私は変わったけど、お母さんはもっと時間がかかるのかもしれへん。だから、お母さんのペースでやったらいいと思う。でも、せめて邪魔せんといてほしい。言うてこやんといてほしい。ほっといてほしい。でその先に、いつか私を信頼してくれるお母さんがいるのかもしれない。2メーター、3メーターしか泳げないんじゃない。2メーター、3メーターも泳げるようになった。このプールに行こうと思うっていうことかってすごい大きな前進。隣のレーンの人と比べて、自分はできへんかもしれへん。でもそれでもちゃんと気落ちせずに、また進もうっていうのかって強さなわけやし。これ見てって。これこそが私の強さじゃないのって。お母さん私は変わったよ。私は力強く自分の人生を行こうとしてるよって。でも変わってないのはお母さんやでって。ずっと私の方見て、ずっと心配してる。だから、ここに関しては、凛花さんの方が先生なんです。自分の難しい課題やけど、それをちゃんと受け止めて、ちゃんと変わる。それを先に凛花さんがやって示したんです、お母さんに。凛花さんもわかると思うんですけど、こうやってするんだよって言われたって、人って変わらないんですよ。やっぱりその人のタイミング、その人の今までずっと自分の中で考えてきたっていうのがあってこそ、やっと変われる段階になるから。お母さんにはそのタイミングはまだ来てないんだもん、まだ。でも、こうやってするんだよっていうことが教えるっていうことじゃないんです。まず、その、難しいと思うことを先に自分がやってみせること。それが教えるっていうことなの。だから今、凛花さんがやってることは素晴らしいことなんです。お母さんにとってっていう意味ね。まあもちろん自分にとってももちろんすごいことなんやけど、言ったらいいけど、足かせみたいになってるお母さんがありながらも、おりながらも、ちゃんと自分の道を行こうとしてる姿をお母さんに見せてるっていうこと。それが、まあちょっと言い方が変かもしれんけど、凛花さんがお母さんを教育してるっていうことなの。教えてるっていうこと。今、凛花さんが娘で、お母さんがまあお母さんなわけやから親子なんやけど、今のこの状況に関しては、凛花さんが先生な。凛花さんが親。凛花さんが教えなあかんの。お母さんに。変わるとはどういうことか。本当の幸せとはどういうことか。だから今言われてんのは、あなたの道を行きなさいって。あなたはお母さんにもっと大きな愛で私を見てほしいって言ったよねって。でも今この状況を見ると、今度はあなたがもっと大きな愛を持ってお母さんに接することなんだよって。その今できないお母さんを包むほどの愛をあなたが持つ番なんだって。自分は娘やから、やっぱりお母さん分かってよって。まあ、前のチャネリングでもそうやったと思うんですけど、分かってほしい。自分の心の中を分かってほしい。自分が表現できへんから、自分の苦しさとか、自分の置かれてる状況とか、こうやってほしい。今の自分の表現の度合いでもお母さんに理解してほしいっていう思いがずっとあった。だってお母さんやねんもん。お母さんやねんから分かって当たり前やんって思ってたわけ。でも、凛花さんが自分のさっき言ってた IQ とか、その自分が思ってることを言葉にできないっていう能力って人によっても差があるのと一緒で、この学びをやっていくスピード感って人それぞれなの。凛花さんが今回一歩行ったからって、お母さんも同じようにすんなりいけるわけじゃないわけ。まあ、分かってくれるお母さんもまあ時におるかもしれへんけども、娘が何を思って何を考えててっていう、組む心、組む力っていうのもお母さんによって違うわけ。自分がもっと IQ 良くなればもっとできるのにっていうのと一緒で、お母さんだってすんなりできる人とできへん人がおるわけ。じゃあ、今全く一緒なんですけど、自分ができないって思ってるかもしれへんけど、お母さんだってそれが増えてなんかもしれへん。子供の心の中を組む力？あ、これ言ったらあかんなとか、今はそうとしとくべきなんやなとか、それがすんなりファッとわかる人かっておるけど、お母さんはそこがちょっと難しいわけ。凛花さんが今もっと自分が言葉の表現ができたら、まあこの説明をお母さんに説明できたかもしれないわけ。そのお母さんを傷つけずに、お母さんのちゃんと愛を組んで、でも自分がこんだけあなたの行動で困ってますっていうことを
自分の IQ が高ければ、自分の言語能力がもっと高ければ、お母さんに、チャネリングのようにね、お母さんに伝えることができたんじゃないかなって思うねんな。でも、それってやっぱ人それぞれな。見てお母さんを。そうやってすんなり、これ今やったらあかんなって組むお母さんかっているわけ。でもお母さんそれ今できへんわけ。お母さんそれは増えてないわけ。それが、能力っていうのもあるかもしれへんけど、お母さんはすっごい心配っていうのが前に出てしまうから、それがゆえにやってしまうってところがあるんやけども、今のお母さんはそれが難しいね。で、今言われてるのは、それをも包み込む愛をあなたが持ちなさいって。やってほしい、やってほしい、組んでほしい、言わなくても分かってほしいって思ってたんやけど、お母さんにはそれが増えてな。お母さんにはそれができひん。能力として、今の状態として。でもそれは劣ってるってわけじゃないよって。その能力がないからって言って、お母さんがダメな人間じゃないよって。それは分かってるやろって。お母さんはものすごい愛がある人なの。愛があるからこそ、リンカさんからしたら嫌かもしれへんけど、すっごい掛け声言ってくるし、大丈夫って言ってくる。愛があるからこそ、リンカさんとか自分の子供だけじゃなく、世の中のみんなの子供を救いたいって思ってるから、いう活動もしてたし、愛があるからこそやってるわけ。でも、愛がある素晴らしい人っていうのと、その能力があるっていうのは別個のことな、別のこと。お母さんがその娘の気持ちを汲むっていうことが今できへんわけ。でも、だからといって、お母さんの素晴らしさは変われへんってこと。お母さんは素晴らしいっていうこと。それをお母さんはあなたに見せてくれてるんだよって。今あなたは自分がもっと表現できれば、もっとこの説明ができれば、あわよくば、チャネリングぐらいあんだけうまいこと説明ができて、相手のことも傷つけない。でも、自分が困ったことはちゃんと愛を持って伝えるっていうことができたらいいのに。っていうのが、目標がチャネリングの人の感じみたい。人じゃなくって。でも、言い方とか、それを学んでいくのが人生じゃないのって。今自分はできひんかもしれん。でもそれを、こうやって言ったら自分は嬉しいなとか、こうやったら人は傷つくんやなとか言って、そうやって自分で学んでいって、自分の話し方を確立していく、考えていくっていうのが成長なんだよって。それを一足飛びに、何かこれをしたらすごい良くなりましたとか、そういうことじゃない。お母さん見てって。お母さんは今、あなたの気持ちを組む能力がないよねって。技術がないよねって。でも見て、お母さん素晴らしい人だよって。こんだけ忙しい中、こんだけ心を砕いて、あなたのためにしようとしてくれた。それは愛があるっていうことじゃないのって。それを分かってるんじゃないのって。確かにこのやり方があなたにとって苦しいかもしれないって。でもお母さんはすごい愛あふれる人なの。お母さんはそれをあなたに見せてくれてるんだよって。愛がある、素晴らしい人であるっていうことと、人の気持ちを汲むっていう能力は比例しないの。それは別なの。お母さんはお母さんで、今のはリンカさんの気持ちを汲んだりはできないけども、リンカさんの反応から、こうしたらいいんかな、こっちの方がいいんかなっていうのが、ちょっとずつ学んでいくのがお母さんの学びなの。それとリンカさんの問題はもう全く一緒。前のチャネリングと一緒やけども、リンカさんは自分の置かれた状況とか自分の気持ちの中のことをこう説明する言語能力が、人よりはもしかしたら弱いかもしれない。でも、リンカさんの素晴らしさとはもう全く関係がないね。それイコールリンカさんの素晴らしさじゃないね。だから、自分が表現できないイコール自分がダメな人間じゃないっていうこと。それをお母さんを見て学びなさいって。お母さんは愛がある。分かってるよね、それは。自分がこんだけ泣くほどお母さんが愛があるって分かってるよねって。でも、それでもお母さんはあなたの気持ちが汲めない。あなたのやってほしいことがお母さんには分からない。今の時点ではね。でも、それにやっとたどり着いていく、ちょっとずつたどり着いていくのが、私たちが歩む道なんだよって。私たちがこの世界に生まれてきた理由なんだよって。それは全く同じことがリンカさんにも言えるわけ。こういう勉強法をしたら、例えば、ちょっと変な話だけど、ここの神社に行ってお参り行ったら、あなたすごく良くなりますよとか、そういうことじゃなくって、リンカさんは表現するのが増えてるかもしれない。でも、その中で学んでいくっていうのを自分で決めたんだよって。
この、まあ、ハンデなわけ。凛花さんからしたらハンデなわけ。お姉ちゃんみたいにすごい、鳥が揃ったみたいに、すごい上手におしゃべりできる人がっているわけやん。でも、凛花さんはそれが増えてるわけやん。でも、その増えてないやつっていうのは、自分で選んできた。凛花さんはそれ覚えてないかもしれへんし、そんなんいらんわって言うかもしれへんけど、なんでなんそれこそ私にとって苦しいのにって思うかもしれへんけど、人っていうのは自分の課題とか試練とかをちゃんと自分で設定して生まれてくるわけ。で、凛花さんはもしかしたらね、前世ではすっごい IQ が高い。めっちゃ自分の気持ちがスラスラ言えるっていう人生もあったかもしれへん。でもあったからって、じゃあ今回それが同じ能力があるっていうわけではないね。逆にそういう人生が過去あったから、今度はじゃあこれを学ぶために逆にできない状況を今世の自分に課しましょうっていう設定がしてくるわけ。それはもちろん自分の気持ちをサラサラサラって言えたら、それは楽やん、言えない人よりは。でも言ったら言えたで、その言えた人のなりの課題ってあるんやで。あるんやけど、まあそれは見えへんやろね、きっと今は。それがやりたくてしょうがないんやから。でも、このスラスラ言えない、スラスラ自分の気持ちをこう言語化できないっていう特性を持った中で、その中でもどんだけ自分が頑張れるか。今まさにリンガさんがやってるようなこと。このプールでうまいことスラスラ泳がれへんかもしれんけど、でも頑張って泳いでいくところに意味があんねん。例えばリンガさんが真ん中のレーンにいて、ね、左側にお母さんがこっちで心配そうに見てて、右側に普通に泳いでる人がいるわけ。で、その右側の人は別に選手のスラスラ綺麗に泳げるわけじゃない。普通に泳げてるだけ。25メーター息継ぎして、まあ、普通にパタンと泳げてるだけ。でも、リンカさんからしたらそれが羨ましいねんな。でも、この人はこの人なりに違うところで何か難しさを感じてるかもしれへん。それやし、その右のレーンの人からしたら、その25メーター泳ぐってことがそんなに難しくはないね。だから、その中では学びはないね。だって、難しいからこそ、それを克服するからこそ強い心ができて、ものすごい考えるし、どうやったらできるんかなとか、そんなできない自分も受け入れるとか、やっとそういう学びができるわけ。でも、普通に泳げちゃうと、そういう人たちはそこには学びはないね。だから何が言いたいかっていうと、その言語化できないこの特性っていうのは自分で選んだんだよって。覚えてないかもしれん。それをもう受け入れられへんかもしれへん。でも、この言語化できない中で自分はいろんなことがもうすんなりわからない中で、その中でもちゃんと前向きにやろうってするところが、やっと蓄えられる力ができる自分の力になるっていう学びの段階なの。それをやりたくて来たんだよって。だから、あなたがしないといけないのは、このできない自分を受け入れるってこと。このできない能力の中で少しでもできるようになる自分を目指すっていうこと。その努力をするっていうこと。その中の学びに、そういうできない自分も受け入れるっていう学びもあるんやけど、それをしないといけないよって。リンカさんの質問は、どうやったら自分が IQ が高くなるか、いつ高くなるか、来世で高くなるのかとかそんなことだったけども、それは基本的に自分のその設定を受け入れてないだけ。受け入れられへんねん、その設定が。言語化できないその能力が低いっていうところね。IQ が低いとかそういうところ。実際に IQ が低いかどうか知らないんですけど。でも、それをまず受け入れなさいって。あなたが考えないといけないのは IQ を高くすることじゃない。その、できない自分を受け入れる。言語化できない自分を受け入れる。一人できない自分を受け入れる。それなんだよって。それができてこそお母さんも受け入れられる。リンカさんの気持ちを読めない。どうしても進歩できないお母さん。自分のできないところを受け入れて初めてできない人を受け入れられるの。あなたが考えないといけないのは IQ を高くすることじゃない。自分のその能力を受け入れるっていうこと。それってみんなやってることだよって。リンカさんは言葉に関して一人できない、一人で増えてかもしれない。でも、それってみんなが思ってることやから。リンカさんからしたら、その右のコースの人は25メートル泳げていいなっていうことかもしれへん。実際そこに関してはその人は難しいと思ってはれへんかもしれへん。でも、ひとたび違うことをしたら、その人ができへんことって絶対あるわけ。すべてのことが全部できる人って世の中にはいないから。それぞれにできないことって絶対あるわけ。それにちゃんと向き合ってるわけ。だから、できないことを悩んでるっていうのはリンカさんだけじゃないの。できないイコールその人の素晴らしさでもないし。それを学んでいくっていうのが人生なの。隣のレーンの人がもし、例えば、数学ができないんだ。計算がどうしてもできないって言ったら、どう思うって。
どうやって声かけてあげるって言って。いいじゃないですか。泳げるんやからいいんじゃないですか。ってなれへんって。その人の良さっていうのは絶対どっかにある。言語化できひんかもしれへん。でも、リンカさんにはお母さんを思う愛があるやんかって。苦しいと思いながら、それでもお母さんに分かってほしいって。お母さんに愛を持つ。お母さんをできるだけ傷つけないように言うにはどうしたらいいかな。お母さんに分かってもらうにはどうしたらいいかな。こんな苦しくてもお母さんのことを思う愛があるやんかって。それってすごいことじゃないのって。それって自分にとってすごいことじゃないのって。スラスラ喋れることが全てなのって。お母さんは、リンカさんの気持ちが組めないかもしれない。でも、お母さんの素晴らしさは分かってるんじゃないのって。お母さんって本当に素晴らしい人だよって。確かに自分の活動に夢中になって子供を置いてけぼりにしてしまったっていう部分はあったかもしれないけど、でもお母さんがこんだけ活動できるっていうのはすごいことなんやって。自分の子供だけ守ってればいいのに。でもお母さんからしたら愛が溢れてるから自分の子供だけ大事なわけじゃないね。自分の子供が大事なように隣の子供かって大事なわけ。世界中の子供が大事なわけ。その愛が大きすぎて結果活動になってるね。あんだけのたくさんの人の前で喋って、いろんな人に訴えかけて、いろんな時間を費やして、興味のない人にもいっぱい訴えかけて、自分が辛かったこと、自分が経験したこと、全部を使って、いろんな人に話しに行く。ちょっと空いた時間も、例えばヒーリングとかやったりして癒すとかね。ほんまに他人のため、子供のため、どうやったらいいのかなっていうことを、リンカさん以外にもやってんねん。そのやり方が、リンカさんには辛かったかもしれへんけど。でも、そこはちょっと今置いといて、お母さんがやってることって、ものすっごい愛がないとできへんねん。それって、お母さんの素晴らしさじゃないのって。こんだけできる人っていうのはみんなじゃないよって。こんだけ自分のことを犠牲にして、自分のことを去っておいて、人のため、子供のためっていうのをやってるっていうのは、みんなじゃないよって。リンカさんのって苦しいとこもあったかもしれへん。でも、やってるとこだけ見たら、それはすごいことなんやって。でも、そんなお母さんでも、リンカさんの心の中は読めないね。読めないだけ見て、この人はひどい人やって。ダメな人やって。だって私の気持ちが読まれへんねんから。お母さんやのに読まれへんねんから。だからこの人ひどい人やって。思う？見て、そうじゃないやん。お母さんはすごい愛に溢れてるやん。いろんな人助けてるやん。お母さんの活動で助かってる人いっぱいいるよ。それでもお母さんダメな人間や。分かれへんねんから。お母さんやのに私の気持ち分かれへんねんから。チャネリングであんだけ言われてもそれでも変われへんねんから。ダメな人間や。っていう？そうじゃないねんって。お母さんはリンカさんに教えてくれてるだけ。人の気持ちを汲む能力。お母さんにとったら。リンカさんだったら自分の考え方とかを言う能力とか難しいことを理解する能力。それがなくてもその人の素晴らしさとは関係ないんやって。それをお母さんはあなたに見せてくれてるんやって。お母さんから学びなさい。お母さんがこんなん言ってくるって頑張って跳ね抜けてんのはすごいよくわかってるよ。それが辛いっていうのもすごいよくわかってる。でももっと大きな愛持ちなさいって。お母さんを超えていきなさいって。お母さんにやってもらわないとやっていけない子供じゃもうないんじゃないって。お母さんの愛を超えていきなさいって。こんだけ大きな愛を持ってるお母さんをさらに大きな愛を持って包み込んであげなさいって。お母さんだけど私の気持ち組めないんだねって前回チャネリングでも言われたのに、それでも変われないんだねって。でもそれとお母さんの素晴らしさは関係ない。実際お母さんのやり方は私に辛いんやけど、でもお母さんが素晴らしい人間やっていうのは分かってるよって。お母さんの素晴らしさ、お母さんのできなささ、それを両方とも受け入れるのが本当の愛なんだよ。お母さんに自分が欲しかったのは無条件の愛。リンカさんがどんだけ頑張ってきたか、どんだけ素晴らしいかっていうのを理解する。そしてリンカさんができないっていうのも受け入れる。その無条件の愛をお母さんから欲しかった。でも今リンカさんがここに来てるのはお母さんを超える時なんだって。お母さんの素晴らしさ、お母さんのできなささ、お母さんが一歩進めない、今の時点で一歩進めない。
そのできなささ、それをもう包み込んでお母さんを受け入れてあげなさいって。それこそがこのプールを泳ぐっていうことなんだよ。お母さんはあなたを邪魔してるんじゃない？あなたの足を引っ張ってるんじゃない？お母さんはあなたにお母さんの愛を超えるような愛を教えてるんやって。そう捉えなさい。それこそがお母さんから欲しかった愛なんでしょって。その愛をまずあなたがお母さんに持ちなさいって。お母さんができなくても、できないんだなって。これは増えてなんだなって。お母さんやけど、リンカさんを産んだお母さんやけど、人の気持ちなんてわからないんですよ。お母さんであっても。それは自分がお母さんだったらわかると思うけども、みんなのお母さんみんなそう思ってるから。もう自分の娘は何を思ってるかわかれ。娘のためを思ってこれやってんのに、それいらんって言われるってなんでなんて。そんなんみんなお母さん思うことやから。どんなお母さんもそういうやりとりで学んでいくわけ。リンカさんのお母さんもそれをただやってるだけの。お母さんが特別できない人なわけじゃない。お母さんが特別リンカさんの気持ちが組めないわけじゃない。お母さんからしたらあるあるな、そういうあるあるな話なわけ。でもできへんくでも、それをもう組んであげる。それをもう受け止めるっていうのが本当の愛なんだよって。だからリンカさんが今学んでることはすっごい重要なこと。リンカさんは中学校高校との学校行かへんかったかもしれへんけど、そういう学校行くことで学べることってそんな大したことなくって、こんな言ったら悪いけど、もちろん人間関係の中で学んでいくっていうのはすごい大きいけども、学校で学ぶ例えば公式とか長文読解とか単語を覚えましょうとか、そういうのってただの知識であって経験ではないわけ。その知識があったって使えへんかったらもう忘れちゃうから。数学の方式なんてもうほんま使えへんから。それを学ぶことよりも、この無条件で人を愛すっていうことが本当に重要な人生の学びな。リンカさんはさっき言ったみたいに学校に行けんかったかもしれん。もうやっと3日前に働き始めて、それもすっごい初心者なのかもしれん。でも人生の学びで言ったらすっごい先を行ってる人な。すっごいたくさん学んでる人な。すごい重要な学びをやってる人な。学びかってやっぱり順序があるわけ。その学校みたいに最初は足し算やりましょう。足し算やったら次、引き算やって、掛け算やって、割り算やって、小数やってとかで順々になるわけ。だから、この学び方って、最初のすごい分かれへん人っていうのは、すごい初歩の初歩からやるねんね。でも、リンカさんが今学んでるのは、無条件の愛。相手のできないところも、できるところもそのまま受け入れるんだよっていうことを今学んでるのね。それって、人生の学びで言ったら結構上の方なわけ。だから、自信を持ちなさいって。世間一般の物差し、学校に行ったとか、どこの学校に行ったとか、どんだけの難しい本を読めるとか、言ったことをスラってわかるとか、例えばすごいパソコンに使えるとか、そういった難しい職業になるとか、難しいことができるっていうのは、それはすっごい憧れるやろうと思う。だって自分ができへんねんから。でも、私たちのスピリチュアルの世界で言ったら、あなたってすっごい上級生なんだよって。なぜなら、こんだけ素晴らしい愛を持ってるお母さんを今超えようとしてるんやから。今言ったよね、私が。お母さんすっごい素晴らしい人だよって。でも、そのお母さんを今超えようとしてるんだよって。その自分を誇りなさいって。この物質的に見たらダメな人に見えるかもしれへん。学歴もないしみたいな。でもそうじゃない。その向こうの物差しっていうのは、この3次元の物差しとはもう全く違うの。この人生の学び、自分の人生に起こってきた課題とか試練とかを乗り越えて、で、プラスに変えてやっと自分の学びになるっていうのが本当の成長な。本当に評価されるべきとこな。そこの物差しで見たら、リンカさんってすっごい上の方な。だからこそ、そんな上の人やからこそ、この自分のことを表現できない、スラスラ表現できない、この言語能力という枷を自分でつけてきたんやって。だってできちゃうから。このスピリチュアルの世界ではものすごい上の方だから。上な人やから。だからこそ、この人生で枷があった方がもっと学べるわけ。それを聞いて、この自分の特性を受け入れなさいって。どうにかしてこれを取りたい。こうじゃない自分がいい。もっと難しいことが分かるようになりたい。人みたいに。もっと自分の気持ちをもっともうしぐれさん並みに言えるようになりたい。じゃないね。ものすっごいできる人やからこそ、この枷があんねん。それを受け入れなさいって。
だからこのできない自分っていうのと素晴らしい自分っていうのを理解した時にちゃんと両方ともが受け入れられるの。だってこれセットやから。もともとスピリチュアル的にその霊性の高さって言うんですけど、魂の年齢みたいな、魂の出来具合みたいな感じ。それが低い人っていうのは、そういうハンデっていうのはあんまないの。自分で貸してけえへんっていうか。でもできる人やからこそ、そういったその特性を持って、自分でもっと人生を難しいモードにして、そこで学んでいけるよっていうので選んできたわけやから。それで他で言うと似たようなのが、例えば障害者の人。目が見えないよとか、ずっと車椅子ですよとか、救急来たら首から下動きませんよとか、あと、重大な病気、死に関わるような病気を持ってきた人、持って生まれた人とか、途中からなった人もそうなんですけど、それも自分の人生、いろんなことがあって、その中で学んでいくっていうのが自分の目的なんですけど、その中でできちゃう魂っていう人は、普通の滞りない25メーター泳ぎちゃう人生では学びが少なくなっちゃうから、だから逆にその課題、稼ぎっていうのを自分で課して、その難しい中で学んでいくっていうのを自分で決めてるわけ。だから、リンカさんがこうスラスラ言えないっていうのは、リンカさんの人格が悪いとか、レベルが低いとか、そういうことじゃないの。反対なの。リンカさんがものすっごいよくできる人やからこそ、この特性を持ってんの。それを理解しなさいって。この特性を持ってたら、すっごい大変なわけ。それはリンカさん分かってると思うけど。これがもっとスラスラ言えたら、もっと自分の胸の内をお母さんに説明できたら、もしかしたらお母さん理解してくれるかもしれへんわけだから。だから、もっとイージーモードになるね。人生が。でも、そのイージーモードやったら、リンカさんにとったら、もう優しすぎんねん。簡単すぎんねん。決してその特性を持ったリンカさんがダメな人間じゃないねん。リンカさんができすぎるから、その特性を持ってんねん。それリンカさんが今理解しないといけないよって。リンカさんは、その特性を持ってるイコール、人と比べてできないイコールダメな人間みたいになっちゃうねんけど、そうじゃないねん。ここの世界と向こうの世界の物差しがほんま全く違うっていうのを理解しないといけないし、リンカさんができすぎちゃうから、この特性を持ってるっていうのを理解しないといけないよって。このできすぎるっていうのは何かっていうと、それは難しい文章を読めるとかじゃない。すごい難しい数学の問題を解けるとかじゃない。いろんな言葉をベラベラベラ喋るようになれる能力とかじゃない。どんだけ愛を持てるかな。あんだけ素晴らしい愛を持ってるお母さんを今追い越そうとしてるんやから。それこそがあなたがやらないといけない課題だよって。あなたがしないといけない課題は自分の素晴らしさを認めること。あんだけお母さんの家世がありながらも、この自分の人生、このプールのコースを頑張って泳いだじゃないって。2、3メーターしか泳がなくても、また立って、また泳いで、また頑張ろうとしてるじゃないって。それこそがあなたの素晴らしさ。その中でもお母さんの手を振り払いながらも、お母さんの愛をちゃんと分かってるあなたの凄さ。それをちゃんと理解しなさいって。で、その凄さとあなたのできなささ、その言葉がすんなり出てこないっていうできなささはセットなんやって。それをちゃんと理解しないといけないよって。自分のできないところを認める。自分の素晴らしいところも認める。それをやっていきなさいって。それが足らないところじゃないって。それをお母さんは見せてくれてるだけ。お母さんは素晴らしいところとできないところが共存してるじゃない。そのお母さんをそのまま受け入れる。自分がしてほしいと思うんやったら、まずそれを自分が相手にする。それが順序。それがお母さんを変える秘訣だって。まず自分が変わる。まず自分が無条件の愛をお母さんに持つ。その愛をお母さんに教えてあげなさいって。自分が欲しい愛を、自分が本当に欲しい愛を、まずあなたがお母さんに教えてあげなさい。あなたが先生になって、あなたが親となって、お母さんに教えてあげなさいって。こんだけ素晴らしいお母さんをあなたは越したんだって。越す瞬間なんだよって。学校行かなかったからってダメな人間じゃない。自分のこと説明できないから、難しいことがすんなりわからないから、問題が解けないから、このプールが25メータースラッと泳げないから、だからダメな人間なんじゃないかって思うかもしれへんけど、そうじゃないよって。無条件の愛でお母さんを愛すことができる。そういう道があるってこうやって言われてるこの瞬間、なんでこの瞬間があるかっていうと、あなたがそれだけ素晴らしいからだよって。
この3次元のこの物質的な社会の物差しと向こうの物差しは全く違う。向こうの物差しって言ったらものすごい素晴らしい人なんやって。向こうの世界に行った時、自分が亡くなって向こうの世界に行った時、本当に評価されるのはこっちなんだよって。どんだけの愛が持ってるか。無条件の愛でお母さんを愛せるか。それが本当にお母さんに無条件の愛で自分を愛してほしいっていう世界に行く方法なんだよって。まず自分がしてほしい愛を人に与える。どんな自分でも許す。どんな自分でも受け入れる。そうしてほしかったんでしょって。じゃあその愛をまずお母さんに持ちなさいって。自分の気持ちが読めないお母さんの能力。そのまま受け入れなさいって。お母さんをもう変えるんじゃなくて。お母さんに分かってよって言うんじゃなくて。できないお母さんを受け入れる。素晴らしいお母さんも受け入れる。それこそが自分が本当に楽な世界に行ける。プールを泳ぐっていうことなんだよって。スピリチュアル的に言ったら難しい課題なんです。それをこうやってメッセージとして言われてるってことは、リンカさんが本当に素晴らしい人っていうことなの。自分の中ではしっくりかへんかもしれへんけど、どうしてもリンカさんはその三次元的な物差しで物を見てしまうから、それもしょうがないよね。そうやって生きてきたし、まあ普通はそうやからね。どこの学校行きったかとか、どんな資格持ってるか、どんな難しいものがすんなりわかるかとか。まあいるもんね、世の中には。全然難しいことをすらって理解できちゃう人が。でもそういうのってそんなに大事じゃないから。それを持ってる人っていうのは、その能力で何かをするっていう使命があるんやと思う。でもそれがないってことは、その自分の今ある能力でやっていきなさいってことやから。まあそれ必要ないってことね。そういう能力があってこと。だから今この構造を理解しなさいって。自分の思ってる物差しと向こうの物差しは全然違うんだっていうこと。この次元の物差しで自分をジャッジしない。自分をダメな人間だって思わない。この向こうの物差しで物を見れるっていうことが成長するっていうこと。それが本当にこのプールを泳いでいくっていうこと。お母さんを無条件の愛で愛せる。それこそが私たちが目指してることなんだよって。ゴールってあるんですよ。この世界で生きていく。まあみんな学んでるやり方はいろいろ違うんだけども、課題っていろいろ違うから。でも目指してるところはみんな一緒。無条件で自分を愛すること。その課題が今、リンカさんの目の前にあるってことは、もうリンカさんが相当できるっていうことですから。この自分を誇りなさいって。物事の本質を見なさいって。表面上の物質にまみれた考え方をするんじゃなくて、チャネリングのメッセージをあんだけ綺麗に受け取ったんやから。言われたことを覚えてないかもしれへんけど、このコースをこんだけ泳げるってことは、それはやっぱりちゃんと受け取ったってことやから。あのメッセージの内容を一言一句覚えてないかもしれへんけど、ちゃんとその大切なメッセージはあなたの心の中にあるから。だからこそ同じメッセージを言われたんじゃない今回。前回とね、1年しか経ってないけど。次の新しいメッセージを言われたじゃないって。それはあなたが進歩してるってことなんだよって。それこそがすごい大事なこと。IQ を高くするっていうことじゃない。どうやったら IQ が高くなるんかなっていうことじゃない。それが大事じゃないっていうことを学ぶっていうこと、それに気づくっていうことが学びなんやって。それこそが大事なことなんだよって。それを見れるんじゃないのって。1年間でこんだけ変われた人なんだから。自分の視点を変えるっていうこと。何が大事かっていうのに気づくっていうこと。それができるんじゃないのって。自分の素晴らしさと自分のできなささを受け入れなさいって。それこそがあなたが行く道なんだよって。それができるんじゃないのって。私はあなたができるって信じてるよって。だからこそこの言葉を言うんやって。できない人には言えない。だって苦しくなるもん。この自分がダメだと思ってる特性を受け入れなさいっていうことは、希望がなくなったって思う人からしたら思うから。なんとかチャネリングで守護霊さんにこれをなんとか変えるやり方を教えてもらおうとしたのに、それを受け入れなさいって言われたら、めっちゃしんどくなる人はしんどくなるわけ。そのメッセージがちゃんと理解できなかったら、逃げられへんねんやってなっちゃう。ほんまにそうなっちゃう人には言わないって。でもなんでそれを言えたかっていうと、それはこの難しいことをあなたが理解できると思ったから言ったんだよって。この1年間すごい変わった。すごい頑張ってきた。変わらないお母さんを横にいながらね、
それでも頑張ってきたやんかって。だからこそあなたに今このもっと難しいことを言うんだよって。私はあなたが素晴らしいっていうことを分かってるよ。この難しい課題のところまで行き着いてきたあなたの素晴らしさ分かってるよって。今あなたの課題はあなたが自分の素晴らしさを分かるところやって。あなたの素晴らしさを受け入れなさい。だからこそそのできないところも受け入れなさい。それは表裏一体やから。一緒やから。それができる時に来ましたよってこと。もっと大きな愛を持ちなさい。お母さんを超えていきなさい。して欲しかった、して欲しかった。愛して欲しかった。その、やって欲しかったことをまずあなたがお母さんにしなさいって。それが今回のメッセージですよっていうことです。はい。言葉がたどたどしくても自分の人生を頑張って進んでいける凛花さんの姿がとっても素敵やったね。愛のあるお母さんを超える愛を持つ。難しい課題やとは思うけど、不登校から脱出するという大変なことを成し遂げた凛花さんやから、きっと今回の課題も乗り越え力強く進んでいけると思います。にゃんこも朝から衝動的にポテトチップスとコーラをむさぼり食ってしまったんやけど、そんな欲望に負けてしまう自分の弱さもそのまま受け入れたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。